didn't even get to cross. はいさい、いつも動画を見てくれてありがとうございます。レガテドリブル塾です。今日はロングキックをやりたいと思います。ロングキックは1人じゃできないので、今日はゲストをお呼びしました。ショーチャンネルのショーちゃんです。ちなみにショールームよろしくお願いします。ショールームはレガテドリブル塾でもコーチとして一緒にやってる選手です。はい、ということで今日はロングキックを実際にやっていきたいと思うんですけど、そうですね、皆さん得意な人も苦手な人もいると思うんですけど、僕なりのポイントを3つ絞って今日解説していきたいと思います。実際に今から蹴りに行きたいと思います。それでは行ってみましょう。ゴーゴー。それでは早速ロングキックの3つのポイントを僕なりに解説していきたいと思います。ロングキックの3つのポイント、1つ目は力を入れすぎないということ、2つ目は助走角度は45度から入るということ、そして3つ目のポイントはボールの真ん中から真下の位置をインステップでしっかりとミートするということです。今回はこの3つのポイントに絞って解説し、実際に僕がやっていた自主練方法なども伝えながらロングキックの蹴り方を詳しく解説していきたいと思います。1つ目のポイント、力を入れすぎないについて詳しく説明していきます。遠くに飛ばそうとするとつい力んでしまいがちですが、体に無駄な力が入りすぎるとフォームのバランスが崩れてしまい、軸足がずれたりうまくボールをミートできないということにつながってしまいます。バランスのいいフォームで正確にボールをミートすることができれば、ボールはしっかりと飛んでくれるので、まずは無駄な力を入れすぎずにリラックスした状態でフォームとミートだけを心がけて蹴ってみましょう。力まないようにと心がけても、ボールを遠くに飛ばそうとするとつい力んでしまいがちになってしまいます。僕もうまくロングボールが蹴れないときは、とにかく思いっきりフルパワーで蹴ろうとしてました。そんな時に僕がおすすめしているのが、助走をつけずにワンステップで蹴る練習法です。ロングキックを蹴るときに体が力むのは助走の時からです。それがワンステップだと助走に頼れないため、軸足を置く位置とボールのミートだけが必要になります。壁に向かって蹴ったり、チームメイトとキックの練習をするときにワンステップで届くっていう距離をどんどんできるだけ長くしていけるように反復して蹴ってみるといいと思います。僕も実際にこの練習を続けてからサイドチェンジのボールをノーバウンドで蹴れるようになったので、とってもおすすめです。次に2つ目のポイントの助走の角度は45度から入るについて詳しく説明させていただきます。45度というとちょっと難しく聞こえるかもしれませんが、ボールの真横に軸足を置いて後ろに2歩、真横に2歩進むとだいたい45度の角度になります。なぜ45度かというと、45度の角度からボールをインステップで蹴ろうとすると自然にいい位置に軸足が来ると思います。僕の場合はボールの真横よりも少し前目の位置に軸足を置くようにしています。もちろん試合中にこの角度を意識して蹴れるような場面ってなかなかないので、あくまで練習の時にこの角度を意識してやってみてください。最後に3つ目のポイントのボールの真ん中から真下をインステップでしっかりミートするについて詳しく説明していきます。スローを見ても分かる通り、ボールは真ん中よりも少し下の位置を蹴っています。ボールをミートする位置が下に行けば行くほどふんわりとしたボールになり、逆に真ん中に近づくほどライナー性のボールになります。どちらも蹴れるようになると状況に応じて味方へのロングパスの種類を使い分けれるようになるため、ミートするポイントでボールの軌道が変わることを意識してやってみるといいと思います。足のどの部分でミートするかについては、動画のように逆回転でまっすぐ飛んでいくようなボールはインステップでミートします。足の甲を寝かすようにしてボールをミートすることを心がけてみてください。この時、先ほどのポイント2でお伝えした45度の角度から入るとボールをうまくミートすることにもつながります。どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ロングキックもやっぱりドリブルとかと同じように練習がどうしても必要になるので、
ここで一つ僕がよくやってた練習をちょっとだけこっちで説明したいんですけど、壁が壁になってる壁があるじゃないですか。壁があったらだいたい助走を取らずに一歩で蹴る。例えばこの距離でもし届いたら次ちょっと遠くして蹴ってみる。でまた届いたらちょっと遠くして蹴ってみるっていうのをワンステップでいかにどれだけ飛ばせるかっていう練習を僕なりの練習だったんですけどやってました。これ何がいいかっていうと、ミートだけに意識するので、フォームとかミートにこだわった練習、この助走の力に頼らずにワンステップで壁まで蹴れるようになれば、助走が入ったらさらにパワーを加えられて、このミートプラスフォームプラス、助走の力でより遠くに飛ばせると思うので、実際にこの練習も試しにやってみてください。はい、ということで以上になります。はい、今日も動画を見てくれてありがとうございました。ありがとうございます。これからは YouTube にも力を入れていくので、ぜひチャンネル登録といいねをよろしくお願いします。お願いします。ちなみにショーチャンネルショールームな。ショールームも YouTube チャンネル持ってるので、ぜひこちらの方もチャンネル登録していただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。